カメラのプロではない私が4年ぶりに iPhone16 Pro に変更し、母親目線で比較しました。結論は運動会もこれで撮れるです。 GoPro と Sony ZV-1 についてもお話しします。 Let's go! I still remember your number, can say those digits by heart. With that first drink of the summer, I think about where you are. I dialed 235, are you alive? How I miss our late night drives and 4-6. How is it? In my mind I flip a switch and 7-2, forgetting you is something I can't seem to do. Even though we were just kids, I close my eyes, I'm waiting for the lightning strike to knock me back to 2005, before you took that cross-country flight, before we said goodbye. I still remember the house now, heart beating out in my chest. こんにちは。ここまでご視聴いただきありがとうございます。サイズ感はこのようにこんなに違います。今16 Pro を使用して3週間くらいですが、いかにミニがコンパクトだったかがわかります。メールを打つときも立ちながらでも簡単に片手で打つことができました。ポケットにも楽々入りました。動画を撮るときもこんな感じでサイドボタンを押して撮っていました。4年前の私はとにかくコンパクトに持ち歩きたかったんですね。そして今回勇気を振り絞って16 Pro を購入しました。理由はこの YouTube でも使いたかったからです。実際届いた時には重たと感じたのですが、3週間使用してみてだいぶ慣れました。今回注目されていたこのカメラコントロールボタン、これは私は今のところカメラの起動にしか使っていません。なぜかというと、動画撮影の際にこのように持つと指が映ってしまいやすいんですね。なので今まで通りこちらのサイドボタンを上にして撮影しています。撮影の性能は見ていただいた通り素晴らしいので、実は今持っている2台のカメラともさよならをする決意をしました。そしてこちらがソニーの ZV-1 です。これは定点の撮影にすごく活躍しました。大きさもポケットには入れなかったもののハンディサイズで、モニターが回転するのもとても便利でした。撮影の時にはこのように付属品をつけて撮影していました。少し重たいのですが、ワンボタンで動画撮影ができたり、
三脚になったりと大活躍でした。こうやって話してると名残惜しいですね。私はこれまで YouTube 撮影は2台のカメラで撮影をしていて、もう1台がこちらの GoPro9 です。これはですね、言うまでもなく非常にコンパクト。気になったのは画面の小ささと夜景、あとこれは個人的にネイルをしている時にバッテリーカバーが開けにくかった、それくらいです。でもこれも防水なので仕方ないんですね。アクションカメラなので手ぶれにはやっぱり強いです。つけながら歩いたりしていました。これも話してたら名残惜しいですね。最後にカメラ2台と言いましたが、今回手放そうと決意したのがもう一つありました。これは子育てには欠かせなかったハンディカムのカメラ。子供が生まれた9年ほど前に購入したもので、子供の可愛い時期やここぞという場面でとても助けられました。これはズームはもちろん軽くて持ちやすいので行事に大活躍でしたね。ということで、今我が家にはせっかくこれだけのカメラがあるので iPhone 16 Pro とこれらとの比較動画を作ろうか悩んでいます。もしも比較動画を見たいという方がいらっしゃれば、いいねボタンを押していただけると決意が固まります。他にもこんな場面撮ってなどリクエストがありましたらお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。See you!